通信制高校に通うメリットとデメリットは？こんにちは。通信制高校ナビのナビスケです。今回は通信制高校に通うメリットとデメリットについてお話ししようと思います。通信制高校に行くかどうか決めるのにどっちも知っといた方がいいよね。詳しく教えてほしいです。それでは通信制高校に通うメリットから詳しく見ていきましょう。まず1つ目のメリットは費用が安く働きながらでも通える点です。一体いくらくらい安く抑えられるんですか？公立の通信制高校では世帯収入次第で3年間通っても10万円ほどで卒業することができます。私立の通信制高校も学べる内容やカウンセラーの有無によりますが、年間10万円から70万円程度で公立よりも手厚いサポートを受けつつ卒業を目指せます。世帯収入によっては就学支援金の利用で自己負担額をかなり抑えられる場合もあるんですよ。なるほど、働きながら通ってもいいんですね。時間の融通が利くためアルバイトやパートをしながら正社員で働きながら通っている人もいますよ。そのため金銭的な問題で全日制の高校には行けないという人でも高校を卒業することができます。2つ目のメリットは自分のペースで勉強できる点です。通信制高校は一体どれくらい登校する必要があるんですか？通信制高校では月に2から10回のスクーリングとレポート提出、試験があります。病気を持っている人でそれも難しいという人は年10日ほどの集中スクーリングを受けるだけの学校もあるんですよ。とても便利な制度ですね。このように通信制高校では生徒が自由にできる時間が多く取れます。アルバイトや趣味、アスリートや芸能活動を行っている人など学校に定期的に通うのが難しい人でも高校卒業を目指すことができます。自分の時間が多く取れるのはとても嬉しいですね。3つ目のメリットはさまざまな人に対応する環境がある点です。どんな環境なんですか？通信制高校にはいじめや不登校を経験した生徒や若い頃に高校を卒業できなかったという人、持病や障害があり毎日学校に登校することが難しい人など多様な人が通っています。そのため生徒やその親の相談を受けられるカウンセラーがいたり、インターネットを使ってレポートを提出できたりと定時制や全日制に比べ学ぶ人を柔軟に支える仕組みが整っているんです。それは安心できる。また学校によっては資格取得や体験学習に積極的なところもあり、卒業後すぐに働きたいという人や将来に対するイメージが湧かない人へのサポート体制が充実しています。私もそういったサポートが充実している通信制高校に通いたいです。そうすると公立よりも私立の通信制高校の方がこのようなサポート体制が整っていることが多いですよ。自分の希望や勉強のしやすさに合わせて学校を選んでみてくださいね。今のところいいところばかりだけどデメリットはあるんですか？ではここからはデメリットについて説明していきますね。まず1つ目のデメリットは自分で勉強を進める必要があるという点です。全日制や定時制高校では学校に行ってカリキュラム通りに勉強を行うことで高校を卒業できますが、通信制高校はスクーリングが少ないので自分で勉強を進めなければなりません。レポートも自分で教科書を見ながら作成しなければなりません。そもそも誰かが勉強時間を決めてくれるわけではないので自分で勉強時間を確保し自ら学習に取り組む必要があります。そのため通信制高校に何年も在学している人や登校しなくなる人も少なからずいます。そうなんだ。何かいい解決策はあるんですか？例えば卒業後はこの大学に行きたい、早く働いて自分でお金を稼ぎたいといった目標があれば自宅学習も積極的に取り組めるかもしれませんね。まだ目標が見えないという人、学校に行くというだけでもしんどい状態の人など自分だけで勉強を進めるのが難しいと思う場合はサポート校や塾といった機関を利用して継続的に勉強を進められる環境を整えることが必要かもしれません。サポート校については別の動画で紹介しているので詳しくはそちらを見てくださいね。わかりました。ところでスクーリングが少ないということは友達ともあまり会えないということですよね。そう、デメリットの2つ目は人と一緒にいる時間が少ないという点ですね。一般的に登校は基本週に1から3回、クラスなどもはっきりと決まっていない通信制高校では全日制や定時制よりも
クラスメイトや先生と一緒にいる時間は少なくなっています。ただ時間が少なくても通信制高校には不登校やいじめなど人間関係でいろいろな悩みを抱えている人も多いので、そういった同じ悩みを共有して理解し合えることも多いようです。また生徒数が少ない代わりに先生も生徒一人一人をしっかり覚えてコミュニケーションをとってくれるのも特徴のようですよ。そうなんだ。他にデメリットはありますか？ 3つ目として挙げられるのは、世間体を気にする人もいるかもしれないという点です。確かに通信制高校というと少数派なイメージはあるし、恥ずかしいような気もしちゃうかも。世間体が気になる原因としては、全日制の高校に行けなかった悔しさや挫折感を感じてしまうこと、全日制のように毎日通わないこと、他人と違うところが気になることなどがあると思います。確かに。ただ少子化が進み、高校が少しずつ減っていく中、通信制高校は年々高校数や生徒数を伸ばし続けているんですよ。そうなの？今はまだ少数派に感じるかもしれませんが、自由な登校方法や新しい分野を積極的に取り入れる通信制は今後選択肢として当たり前へと変化していくかもしれません。高校選びは将来を左右する大きな選択の一つです。だからこそメリットデメリット両方を吟味し、自分自身が後悔なく満足できる高校生活を送るにはどうすればいいのかをしっかり考え、納得した答えを出してくださいね。メリットだけでなくてデメリットもしっかり理解して、これからどうしたいか考えてみます。